皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回はすごい穴場の肉割烹のお店を見つけてきました。それが六本木にあるこちらの式部さんです。何がすごいのかというと、低温調理を極めていて、なんと 0.1 度単位で温度管理するほど火入れがすごいです。またどこかで見たことあるような肉料理ではなく、唯一無二とも言えるような面白い料理が食べられて楽しいです。そしてそれほどの技術がありながら、オーナーシェフの気合が入りすぎていて、原価率もすごいです。かなり腹パンになるようなボリューム感でもありながら、安い方のコースはなんと1万6000円です。原価率は 70% ぐらいいく時もあるそうです。しかもドリンクは条件付きでビール、ハイボール、焼酎の飲み放題もついてくるそうです。それでいて会員制なので穴場中の穴場です。本来は会員制ですが、この動画を見た人は特別に紹介という形で予約させてもらえるとのことで動画を撮らせてもらいました。正直これだけ破格の値段だと会員制じゃなかったらすぐに予約困難になっていてもおかしくないと思います。なので気になる人は予約できるうちに行ってみてください。そして色々とうんちくを言っても実際にどんなメニューが出てきてどれぐらい美味しかったのかお伝えしないとその凄さがわからないと思います。なので今回食べた全メニューをシェフのこだわり、思いとともに僕の食レポも交えながらお届けします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これメニューの横に温度書いてあるのは、この温度で提供してるってことですか？そうですね。その温度でずっと火入れをしてるっていうような状態で、0.1 度単位で温度調整してるんですか？そうですね。これはもう本当何度も試作を繰り返して、ちょうどいい温度を見つけて、でそれでやってます。あとやっぱりそのサシの状態とかで若干温度を変えたりとかもありますね。まずは牛刺し、昆布締めにしてから火入れをしているからか、旨味が強く溶け出した油が舌にねっとりと絡みつくように味わえます。そして味付けにトリュフのソースを使っていて、マッシュルームとも一緒に食べるとキノコのダブルパンチの香りが爆発します。温度のイメージとしては冷たいローストビーフとは真逆で、油が溶け出しているマグロのトロといったようなイメージが近いです。なので舌に触れた時の油の旨味が瞬時に来て、噛めば噛むほど肉々しい旨味もあり、香りも刺激的でいきなり食べ応えがあります。牛刺しはだいたい友三角ですか？これは本当に納品された状態見て選んでるので毎回違いますね。牛刺しは基本出るけれども部位が違う。そうですね。サシのバランスを見て決めてますね。サシが多すぎたらちょっと硬くなりますし、少なすぎるとなんかちょっとローストビーフみたいになってしまうので、ちょうどバランスのいいところで選んでます。ちょうど旨味が一番閉じ込められている状態ですね。これをどんどん温度が高くなるとやっぱり若干どうしても肉汁が出てきて、それでちょっと肉しさが減ってくるんですけど、これ一番ちょうど肉汁が出ない温度ですね。これ以上温度上げちゃうとちょっとドリップ感みたいなのが出てきちゃうんですか？ドリップ出てきます。赤身の肉の旨味がじわじわ感じられるというか、やっぱり刺身との絶対的な違いは昆布締めにした状態で火を入れてるんで浸透していくというか、味が刺身の昆布締めとはまた違う面白さが出てくると思います。この次が初のユッケ作っていきます。じゃあこれ炙って、でそれをカットしてで焼いていきます。低温調理だけじゃなくて炙りとかもやるんですね。炙りもやりますね。今回メニューにないんですけど、しゃぶしゃぶとかもあるんですけど、低温調理だけがいいわけではなくて、こう炙ったりとかしゃぶしゃぶにしたりとかで。火入れとかってどこで学んだんですか？火入れはもともとキャリアのスタートがステーキいっぱい焼くところだったんですけど、そこからなんか初めてステーキ焼いて、多分フライパンで焼くとかグリルで焼くとか炭で焼くとかいろんなことを体験してきたんですけど、その中で終盤ぐらいでフレンチのシェフと仕事する機会があって、そこで低温調理っていうのを初めて学んで、いろいろ話聞いてて、ずっとその鴨の火入れを低温調理とかとフライパンと両方でやりながらやってたんですけど、その時なんか面白いなと思って、やっぱり自分でもういろんな火入れをしてみたんですけど、ムラが出てたりとかその環境によって変わったりとかするんですけど、やっぱりそこをなんかどうやったら一番なんか自分好みの肉ができるかなっていうので、ちょうどそれが僕が勤めてたのがもう12、13年前とかになるんですけど、その頃になんか面白いなと思って、で独立してこの10年間オープンからずっと低温調理をやってるんで、そこでずっと勉強してチャレンジしてやり方も変えて工夫してっていうのはそういった感じですね。ずっと研究して、ずっと研究してますね。低温調理ブームのはるか前というかはるか先を行ってるっていう。そうですね。ここ何年かは結構ブームといいますか、低温調理ってもう広く知られてきて、あと友達もみんな僕に聞きに来てどうやってやるんだっていうで、みんなに教えてあげてっていうようなそんな感じでしたね。ホルモン系をユッケにするってちょっと珍しい気がしますけど。そうですね。もともと焼肉屋さんでも修行させてもらったことがあって、結構ハツがこの時すごく美味しくて食べてたんですけど、ユッケにしたら美味しいだろうなと思いまして、なかなかないと思いますね。次は初のユッケ。ホルモン系のユッケは珍しいですね。ユッケといっても低温調理をしています。そしてハツは和牛のハツを使用しています。贅沢ですね。卵も青森のマッカランという超濃厚なものを使っています。食べてみるとハツは新鮮
然すぎて臭みが全くなく、ものすごく綺麗な味わいです。そして食感としては歯を跳ね返すぐらいの弾力があってプリプリです。これはまさに鮮度がいい証拠です。そこにピリ辛なタレと濃厚な卵の旨味が加わることによって綺麗な味わいのハツが厚みのある味わいになっていて食べ応えがあります。ここで白米を食べたくなるぐらいですが、こちらの全体のボリューム感がすごいことを僕は知っているので今回は控えます。ちょっとピリ辛なのもいいですね。はい、結構この味付けもメニュー構成でいつも変えてて、今回ちょっとこうピリ辛にしてるんですけど、はい、完全に醤油ベースで旨味だけの味付けの時もあったりとか、その時々で変えてますね。はい、でもこれが一番人気ですね。座布団が今日が鹿児島ですね。英語ですか？はい。お肉屋さんがこれぐらいのポーションに分けてくれるんで、なんかお店としてもその鮮度を保てるんですね。もちろんこう塊でやった方が、やっぱりこう包丁入るとそこがどうしてもそこから劣化始まるんで、まるで取った方がいいっていう考えももちろんあるんですけど、うちとしてはなんかこれの方が鮮度が保てるなってこまめに納品してるような状況ですね。僕自身が結構不器用な方なんで、それで全部数字で表すようにしてて、自分の感覚で今までこう培ってきたもので、もう料理やって20年ぐらい経つんですけど、もちろん最初は修行から積んでずっとやってたんですけど、やっぱり上手な人ってもう本当になんかほぼ完璧に毎回仕上げるっていう人もやっぱ目の当たりにして、やっぱなんかレベル違うなと思いながら、でもなんか美味しいものをお届けしたいなっていう、その自分が今までやってきてる自分がいいなって思うのを全部数値化するっていうのを心がけてて、みんなその測ってやれるようにそういうような心がけてて、でその中でやっぱ温度も数値化して、火ではこうやってやるんだよってなんかもっと教えてたこともあるんですけど、こうやって触ったらこうだよとかって言って、でもそれよりもやっぱ温度の方が正確だろうとっていうので、全部その自分の経験を全部数値化してるっていう、それを形にして提供してるっていう、そんな感じですね。そうは言ってもやっぱ感性でしかできない部分もあるんですかね？もちろんです。やっぱ温度もそのハラミにしても何度にするかっていうので、本当 0.1 度単位でやっぱ試食しないとわからないんですね。最初は1度単位から始まって大体当たりをつけて、そこから 0.1 度単位で味見をしてっていうので、少なくとも15回ぐらいは試食しなきゃいけないんでその中でだんだん感覚が分かってきて、でもちろんやっぱその自分が美味しいって思う温度にしたいんで、どこかで見た温度とかではなくて自分が美味しいと思う温度にする、それのこだわりといいますか感性っていうのはあると思います。今このコースの形になるまでどれぐらいの試食を重ねたんですか？試食だけでいうと正直でも10年前から低温調理始めてるんで、ある程度は分かってるんですけど、それでもやっぱり肉自体でも1つに対して10回はやってますね。これサシがしっかり入った部分とちょっと赤みが強い部分と分けてやっております。両方食べれるのいいですね。そうですね、また全く違うんで、これは炙りでお出しします。握りはどこで覚えたんですか？すごい所作が。アメリカで少しだけ次は肉寿司です。どちらも A5 ランクで、シンシンはキャビアと一緒にいただきます。そして想像以上にキャビアが美味しくてびっくりしました。肉料理屋さんのキャビアは正直お飾りで味が全然しないみたいなところもよくあると思います。皆さんもそういう経験をしたことが結構あるのではないでしょうか。しかしこちらのキャビアは塩味がしっかりと効いていて、なおかつ少し熟成しているからか旨味も濃厚で、肉の味わいにかき消されることなく奥行きのある味わいになります。次は座布団の上にウニを乗せた握りです。一時期ウニ肉は流行ったと思いますが、正直相性は悪いよねって思ってた方もいると思います。ほとんどの場合はそうだと思います。しかしグレードのいい雑味がなくピュアな甘みのウニだったら相性が抜群です。甘みと旨みの強いソースを肉と一緒に食べているような感覚です。今までウニ肉であんまりいい思いをしてこなかったっていう人も、こちらに来たらその固定観念は覆るかもしれません。全体的に原価度外視でほぼやってるんで自分で美味しいと思うものを出そうと思うとやっぱりこう原価がかかっちゃうんですけど、それに合わせて値段上げるわけにもいかないしなっていうので、このウニだけ食べるでも計算するとそんなにかけるんですかみたいな、賞味の話、ラーメン1杯分ぐらいの原価がじゃあ次牛タン焼きます。はい、今日は何パーぐらいですか？今日は60杯ぐらいですねこのコースだといや、それでもやばいですね。本当なんかいろんな種類を食べてもらいたいっていうのと、できるだけこう焼きたて
とか出来たてを食べてもらいたいんで、その大きいステーキの良さはあるんですけど、やっぱりこう最後になってくると冷めてきたりとか、それを確保するためにこうお皿を熱くしてたりとかして、どんどんやっぱ火が入ったりとか、その楽しみ方っていうのはもちろんあって、僕ももちろん好きなんですけど、なんか違うアプローチできたらいいなって思いながらやってると限界が上がっちゃいました。ちょっとずつ仕入れるからそうですそうです、サガリはタレに1日漬け込んで、そこから焼く形になります。これが漬け込んである状態ですか？これ漬け込んでも火入れした状態ですね。低温調理をしてあるってことですか？そうです、はい。ここからさらに焼く。ここから仕上げの焼きですね。焼きがやっぱりポイントで、焼きすぎちゃうとまたグラデーションが出てきちゃうんで、これを出さないようにするための焼きをしていきたいと思います。火入れのポイントは何ですか？もう高温でさっと表面を揚げるってことですね。揚げ焼きに近い形にするっていう形ですね。油をちょっと多めにして、高温でやれば中まで火が入んないってことなんですか？そうです。でその周りがコーティングされるんで、俗にメイラード反応っていうものをこうさっと出すっていうような感じですね。牛脂もまた綺麗ですね。ありがとうございます。牛脂も和牛なんでこの和牛の牛脂でやるっていうのがまたポイントで。やっぱ全然違いますか？もう全然違いますね。もう香りが全然違ってきますね。焼いた後はちょっと休めるんですか？低温調理から出した時にちょっと休めますね。焼き上げた時はもうあとはカットするだけですね。これは調理時間としてはどれぐらい低温調理されたんですか？ハラミに関しては4時間ぐらいですね。タレに漬け込んでるので。普段のステーキとかであればやっぱり45分から1時間ぐらいなんで、こう火入れが長いものがいいものと短めがいいものとやっぱあります。すごいいい色ですね。この色に持っていくために温度にこだわって火入れをしてます。なんで100回火入れしても100回大体この同じようになって、こうグラデーションがないっていうのと、あとは肉汁が出てこないですね。噛まないと出てこないってことですね。そうです。全部こう閉じ込められてるんで。次はサガリのタレ焼き。こちらは衝撃を受けました。見ての通り火入れがすごいです。切っても断面から肉汁がこぼれ落ちてこないです。ですが口に入れて噛み締めた瞬間から肉汁が弾け出てくるような感覚で、まるで小籠包を食べているかのようなジューシーさです。見ての通り均一な火入れもすごいですが、絶妙な完璧の温度帯でこの均一な火入れができているのもすごいです。これ以上温度が低いと少し噛みづらくて、悪い言い方をするとゴムっぽくなって、温度が逆に高すぎると水分が抜けてしまってパサついてしまうそうです。これは何度も試行錯誤を繰り返さないとたどり着けない究極の火入れと言えるのではないでしょうか。じゃあ次牛タン焼きます。はい。あとはその肉の保存が多分うちが他とちょっと違くて、氷水につけてるんですね。氷水につけることによって冷蔵庫の中の温度って結構変わるんですけど、氷水につけるとその中の温度って一定してるんですね。要は開け閉めしただけでも表示温度が5度とか変わるんですけど、それが氷水に入れることないのと同時に、仕組みはわからないんですけど、なんかちょっと熟成された状態でなんか締まるんですよね。味が入っていくというか、身がこうキュッと引き締まるみたいな感じなんですね。でそうすることによって焼いたりとかしてもドリップが出ないというか、さっきの刺身も結構赤かったと思うんですけど、なんか旨味が詰まるような。氷水につけると冷凍にまではならないってことですね。冷凍にはならないです、真空にして氷水につけるんですけど、やっぱりその色が変わらないんですね。色が変わらないのってやっぱ劣化してない状態なんで、それもあってじゃあそういったような形で納品されてから焼くまでの工程の温度管理をずっとしてるような状態ですね。すごいですね、色が。本当牛タンの味だけしっかり楽しんでいただいて、周りのソースは好みでたまにつけてもらえれば。何のソースですか？これはネギダレですね。次はタンの塩焼き。これも衝撃を受けました。食べる前から見ての通り肉汁でパンパンに膨れ上がっているのがわかります。これも断面のグラデーションが全くなく、均一な火入れでびっくりします。そして食感が驚きで、生のプルプルっとした弾力の感じもありながら、噛みづらいわけではなくザクザクと歯切れも良く、そして肉汁も溢れ出てくるといったタンの良さを全て詰め込んだかのような火入れと味わいです。このサガリとタンの味わいは少なくとも僕は他で食べたことがなく衝撃です。これを目当てにここへ来てみるぐらいの価値があると思います。これも低温調理ってことですか？はい、これも仕入れから温度管理をしっかりやって。低温調理しといて、それで揚げ焼き最後に。そうです。低温調理も段階で分けて、まずは先ほどみたいに焼いて常温に戻すんですけど、そこから51度55度最後63度っていう仕上げですね。その51度の段階で割と1時間2時間ぐらい火入れをして、55度でまた30分ぐらいやって、で最後63度はもう本当最後の15分から20分ぐらい、そこからもう一回休ませるような感じですね。理解がもう追いつかない、すごすぎて追いつかないんですけど、普通その63度って言ったら、家庭で低温調理器とかやったら63でポチって押してもう一気に63でずっとやっちゃうじゃないですか、その段階踏む意味ってどういう意図があってやってるんですか？まずその58度以上になってくると硬くなっちゃうんですよ、どうしても。
でもう牛タンは58度だとちょっとゴムみたいになっちゃうんですよ。で63度以上だとちょっとパサついちゃうんです。で63度が多分今食べていただいたら多分分かると思うんですけど、そこになるんですけど、でその63度のいいところに持っていくまでにそうやるっていうやつで、次がこの熟成牛をステーキにこれからしていきます。熟成牛が京都から仕入れているもので、この熟成牛が59日熟成されたサーロインですね。結構長いですね。長いですね。今まで仕入れて一番長いのだと100日熟成ですね。これはなんかすごい和牛で食べた中では一番好きな味だったんで、今ずっとこれ使ってます。ドライエイジですか？これドライエイジングですね。サーロインってなんかこう油が多すぎて熟成に向いてないみたいなイメージもあったんですけど、確かにおっしゃる通り、その英語とかのサーロインとか熟成にすると多分もっとサシがバーって入ってて、多分くどくちょっとなるかもしれないですけど、なんか結構さっぱりした感じになりますね。これがさっき休ませて火入れをしたものですね。ここからいきます。もう香りが出てきてるの分かりますかね？香りますね。あ、熟成香がこれが熟成の、すごい、ちょっとナッツっぽいあ、そうです。香りが、もうこの段階ですごいですね。和牛の熟成牛はやっぱ女性が好まれますね。確かにこう51度から上がっちゃうと、さっきのナッツの香りが弱まるんですよ。香り飛んじゃうんですね。はい、今さっき嗅いでもらったじゃないですか、はい、あの状態が一番香りがする状態ですね。今揚げ焼きしたから表面から香りがちょっと飛んで、でも中から来るってことですね。はい、噛むとこれもなかなか他では食べれない味付けです。次は熟成した黒毛和牛のステーキ。こちらは5000円の追加で熟成の黒毛和牛に変更していただきました。焼く前から熟成のナッツのような香りがめちゃくちゃ強いです。そして噛めば噛むほどその熟成香が広がって鼻腔を駆け抜けて刺激していきます。そして横に添えられているバラの塩とわさびをお好みでつけて味変します。バラの塩は花の香りが強すぎるんじゃないかなと思うぐらい漂っていますが、一緒に食べてみると熟成の香りも強いので邪魔することなく、熟成香とまるでバラの花の香りがする赤ワインとペアリングしたかのような味変が楽しめます。本当肉割烹というか、もう肉の美味しい食べ方全部食べさせてくれる。なんか本当肉それぞれのなんか違いをこう楽しんでもらえたらなんか同じ肉でもなんか全部食感も味も香りも違うっていうのが伝わればいいかなと思ってます。こちらイチボ。このイチボは今からすき焼きにしていきます。すごいですね。ステーキもすき焼きも刺しもユッケも何でも出ますね。何でもありますね。はい。でこの状態で一旦常温に戻して、これからまた火入れをして、そこからまたちょっと休ませます。断面すごいですね。なんていうの、ビーフジャーキーというかコンビーフみたいな。あ、そうです。コンビーフだったりとか、もう生ハムとか、やってることはそれに近いものなので。うわ、すごい色、美味しそうですね。はい、これ食べた時のこの香りがまたすごいんで、ちょっとお楽しみいただければなと思います。宮崎牛ですね。イチボが宮崎の英語ですね。宮崎の英語。こっちのステーキは焼きのポイントは何ですか？これ最初はなるべくこれも高温でさっと焼いてしまいます。焼く前の温度も相当やっぱりこだわってるんですか？低い温度からいきなり焼くとどうしても肉汁出てしまうので、こう徐々に温度を上げていくっていうのがやっぱり大事になってきますね。基本的には常温に戻してからって感じですか？あ、そうです。はい。こちら一度焼きを入れて、ここからまた一旦休ませて、でその後にまた火入れをして、でまた休ませるって感じです。二度焼きですか？そうです。二度焼きになりますね。これが一番均等に火が入って美味しいと思ってます。僕自身は。一回焼いてから真空にして低温調理するんですね。そうです。焼いて一回休ませます。そこでまた一回肉汁を一旦抑えて、でその後にまた温度を徐々に上げていく。たまにやっぱりそのレアがダメなお客様いらっしゃるんで、その場合はじゃあ 64.5 度にしますねとか、そういった対応はしてます。やっぱりどうしてもミディアムレアがいいとかミディアムがいいっていうこだわりのある方もいらっしゃるんで、その時もミディアムレアとか伝えるよりもその温度で指定しますね。じゃあ61度ぐらいにしましょうかとか、もう温度で覚えてきちゃったんで、もうなんか55度で食べますか60度でいきますかみたいな感じで、ミディアムですかとかってもうここ 2,3 年使ってなかったんでちょっと忘れちゃいましたね。そういえばすごいですね。すき焼きといっても塊肉ですね。そうです。アメリカの教えを忠実に。薄切りのすき焼きではなく、もうステーキでもすき焼き風にして食べるみたいなそうです感じですか？はい、多分食べていただけるとまたなるほどって。こうソースに隠れてますけど、肉の断面むっちゃ綺麗なのがソース越しに分かりますね。カットしてもらうと出てくるんで。次はイチボのすき焼き。こちらはすき焼きとは思えないくらいの肉の厚みです。
すき焼きというより厚切りの焼肉をすき焼きの味で食べるといったようなイメージでしょうか。添えられている卵白はメレンゲになっていて、その卵白でタレの濃度を調整するようなイメージだそうです。確かにすき焼きのタレは好みの濃さがあるので、それを調整できる配慮はありがたいです。そして食べてみると、肉の厚さもあってかワイルドなすき焼きといったような感覚です。普通のすき焼きだと霜降りで薄切りの肉をとろけるように食べる感じだと思いますが、こちらは厚切りのステーキにすることでワイルドな噛み応えがあり、肉々しく唯一無二のすき焼きと言えるようなものになっています。しかも卵黄は足りなければ追加で頼むことができるみたいです。卵好きにはたまらないですね。これ多分グラム的に言うとよくすき焼き大判1枚あるじゃないですか、はい、それが1枚が塊になったのの 1.5 枚分ぐらい。贅沢ですね。はい、もう鼻血が出そうな濃厚さですね。こちら全粒粉のちょっと中細のやつですね。昼ラーメン屋さんやってるんですか？はい、昆布水つけ麺専門をやってます。また全然違う業態でですけどやっぱり元のベースがやっぱり出汁なので、出汁の虜っていう名前で出汁に特化した昆布水つけ麺ですね。なかなか昆布水つけ麺専門店ってないと思うんですけど、ないですね。そこに振り切ってやってます。結構ご好評いただいてます。全然違う業態で扱うものもほぼ違うって結構大変じゃないですか？そうですね、大変ですけど、楽しいですこれ今回始めたことによっていろいろ食べに行ったんで、なんかすごい勉強にもなるし、なんか世界観といいますかね、あれがすごいいいなっていう。普通夜のメニューを一部昼で出すみたいな、普通そういう発想じゃないですか、ランチって。はいはいなんか発想が信じられないな。自分が自分に曲がり営業してるようなもの。そう、おっしゃる通りですね。そうですねほぼ24時間キッチンに立ってるんじゃないですか。そうですね、なんかずっと立ってずっとなんか作ってますね。今度あれしようこれしようって考えながら。夜のラーメンは出さないですか？夜のラーメンはこれはちょっと牛だしがこの和牛の牛からしか取れないんで、そんなに数が作れないんですよね。それなんかお昼で出そうと思うとラーメン1杯にするとちょっと結構な値段になっちゃうんで夜だけですね。夜限定のラーメンなんですね。はい、なんか同じものできないですね。なんか逆に違うものを作りたくなるんですかね、もう好きだと。そうですね。なんで例えばですけど、なんかここのコースに昆布水つけ麺があってもなんかピンとこないというか、自分がピンとくるものしかちょっと作れないんです。こちら牛ラーメンですね。そして締めにはラーメンとカレーから選ぶことができます。どっちも食べたいという僕みたいな人は追加料金1000円で注文できます。もちろん僕はせっかくなので両方頼みました。まずはラーメン。実はなんとこちらのお店はシェフ自らが立ってお昼にはラーメン屋さんをやっているそうです。しかし昼のラーメンを使い回しているわけではなく、このディナーの締めだけのために用意して仕込んだ麺とスープを使っているそうです。気合の入り方が段違いですね。そしてこのラーメンは和牛の他に魚介の旨味を抽出して鴨のオイルも足してトリプル旨味スープがベースになった醤油ラーメンです。なのでスープだけ飲んでも濃厚でコクがあって悶絶するほどうまいです。そして牛だけではなく鴨のオイルも使っていることで力強い旨味が加わって奥行きのある旨味の余韻が長いスープになっていました。そして麺もしなやかでコシと弾力が程よくあり、つるりと滑らかな喉越しでありながらスープがよく絡む抜群の麺でした。これだけでも食べに行きたいぐらいですね。ラーメンって難しいってよく言われてて、やっぱりあんまりないんですよ。牛骨ラーメンとか聞くっちゃ聞きますけどっていう、少ないんですよね。でもなんかちょっとそこにチャレンジしたいなと思って、なんか何ラーメンかって言われて牛ラーメンかって言われたら別にそうでもないんですけど、でもちゃんと牛の香りはしっかりしながらで旨味はちょっと違うものでアプローチしてるっていうような、いろんなことやるといいところはいろんな調理法だったりとかいろんな調味料とか中国の調味料とかフランスの調味料とかいろいろ合わせれるんで、それがいいところかなと思ってて、これはやっぱりその和食の技法が割と入ってるのと、あとはフレンチベースもちょっと入ってるんで、そこに今回肉割烹っていうのを入れてでアレンジしたっていうような感じですね。そして次は和牛カレー。見ての通り肉がゴロゴロ入っています。もはや具沢山のカレーというよりかはほぼカレー味の肉と言っても過言ではないでしょう。それが全て和牛なので超贅沢です。味わいとしては肉の旨味はもちろんのこと、スパイスが程よく効いていて一口一口が味わい深いです。そしてお好みで卵を追加できるそうです。卵黄だけの場合と全卵と選べるそうですが、大食いの男性客には全卵が人気ということで僕も頼んでみました。全卵を入れることでまろやかになるのは当然ながら、ずるずると食べられて一口一口味わいながら食べていたところから一気にかき込んで食べるような飲むカレーと味変したイメージです。牛肉と玉ねぎだけで旨味取ってるんですけど、和牛がめちゃくちゃ入ってるあとその玉ねぎの炒め方とかっていうのはやっぱりそこはフレンチのまた技法が生きてきてて、
随所にいろんなものが入ってるコースですね。そして最後にデザートでラフランスと柿とバニラアイスが出てきて終わりです。ちょっとまずは自分が好きなものを形にしたかったっていうのが第一ですかね。あと、やってみたかったことというか、他にもなかなかないものと、自分が今まで経験してきたものですね。自分が作ってきたものと、いろんなところで食べた経験を生かして一つ形にしたいな、そういった肉割烹です。集大成ですか。集大成ですね。はい。ありがとうございました。どうもどうもありがとうございます。ごちそうさまでした。以上が式部さんで出てきた全メニューでした。全部で約10品出てきて、熟成肉とカレーの追加分を含めると2万3000円でした。熟成肉にアップグレードしなければさらに5000円安いことを考えたら破格すぎる価格帯だと思います。会員制とはいえ、いつ予約が取りづらくなるかわからないぐらいお得だと思うので、まだ予約が取れるうちに僕からの紹介という形でぜひ予約を取ってみてください。そしてこのようなお店をはじめとして特別な食体験を一緒にする仲間が欲しくて、会員制のグルメコミュニティを立ち上げました。入ってくれた方は絶対に損させないので、興味ある人はぜひ概要欄を見てください。またこの動画を見て美味しそうだな、行ってみたいなと思った人は高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。